はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、モデルファクトリーヒロの12分の1メルセデス C11、91年ルマン仕様ですね、そちらの制作続きやっていこうと思います。はい。で、一応前回の動画では、車内とかエンジンルームとかの配線と配管を取り付けるっていう作業をやりましたんで、今回からはいよいよ外装の組み立ての作業に入っていこうと思います。で、結構やることがいっぱいあるのと、細かい作業がちょっと多いので、ちょっと早送りとか、いろいろ入れながらっていう感じでやっていきますんで、ポイントは説明しながらやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、そしたら早速作業をやっていくんですけども、とりあえずね、ガラス類、フロントガラス、サイドガラス、あとヘッドライトのカバーですね、その辺のパーツを準備していこうと思います。で、MFH いつもそうなんですけども、こういうバキュームフォームのガラスパーツになってます。で、これがこうよーく見るとこう線が入ってるんですけど、ここの線の部分で切り出して、合わせていくっていう形になります。で、MFH のやつはかなり精度が高いんで、大体これ通りに切ってあげればはまるんですけど、他のメーカーとかだと結構これがガバガバだったりすることあるんで、気をつけて切り出していきましょう。で、他のやつ、このフロントガラス以外のやつはもう切り出したんですよ。で、結構苦戦したので、ちょっとやり方をね工夫してみようかなと思うんですけど、なんせこの線、要は肩についてるこの溝でこういう風にヒートプレスでこうギュッてやった時に、ここがちょっとこう肩がついてるっていう感じなんですけど、これをね切ろうと思ってこうハサミ持ってくるじゃないですか。そしたらハサミに隠れて見えないんですよ、これがなので、ちょっとどうしたもんかなと思っていろいろ考えた結果、サインペンで縁取っちゃえっていう結論に達したので、それでやっていこうと思います。はい。で、基本的にこの状態でこの線の上のところでこうね線をなぞっていくと。でちなみにこの油性ペンは後で取れるんで、多少ずれたりとかしても特に問題はないです。よりはこのカットする時にこの線からずれることの方が問題なので、っていうのも要はこの線がちょうどパーツのぴったしサイズになってるので、これよりちっちゃく切っちゃうと隙間空いちゃうんですよ。このガラスがはまるとことこのガラスパーツの間にってなってしまうと非常にかっこ悪いので、それが起きないようにね気をつけてカットしていく。ちっちゃくなっちゃった場合はもうモデルファクトリーヒロにお願いして、新しいのを用意してもらうっていう感じになるんで、そういうところのね対応はヒロさんは非常にいいんですけど、どうしてもその間作業止まってしまいますし、対応が良すぎて少し申し訳ない気分になってしまうところもあるので、なるべく頼らない方向で話を済ませたい前は僕の不注意でお願いしたのに「いいですよ」っつって即部品を送ってくれたりとかしたことがあったんで、ちょっと申し訳ない気分になるんですよね内容によりきれだと思いますけど、当然でこれで線を引いてあげたら、ちょっとこのまんまだと切りにくいんで、大雑把にこの四角のところらへんでカットしたい。意外とね柔らかいようでね硬いんですよ。なので
なるべくね作業がしやすいようにしてあげる。こんな感じで切っていきます。でいきなりギリギリのとこで切ろうと思うとだいたいミスるので、まずねこんな感じで大まかにだいぶ余裕を残した状態でカットしてあげる。でこの状態だとまだこのフロントガラスの部分には全然入んないんですよね。この状態だと全然入らないんですけど、サイズがどうかっていうのをこの時点で一応確認しておく。でやっぱりさっきの線のモールドの内側で切るのがここのサイズ的にはちょうどっぽいので、したらそれで切っていきましょう。でこっからはこういうちっちゃいハサミを使った方が切りやすいと思うんで、これでね切っていく。で一応念のため今引いた黒い線のちょうど真ん中のところで今切ってってます。っていうのはさっきも言いましたけど、ちっちゃかったら命取りやからですね、切り出してからちっちゃすぎましただと取り返しがつかなくなってしまうので、まだ微調整の取り返しがつくようにこの真ん中のところでカット。でこれハサミで切るときパチンって最後まで切り切っちゃうと、切り切ったところがね白くこう発火してしまうので、なるべくねこの刃の真ん中ら辺だけを使ってこう切っていくようにしましょう。今のは、モデリングスタジオ G の田口さんの、まんまです田口さんがこの間動画で説明したののまんまですね。はい、そしたらちょっとこの黒が残った状態でカットしたので、これでもう一回合わせてみる。もうこの辺はねもう切っては合わせて切っては合わせてをひたすら繰り返す感じですね。これでこう合わせてみるともうほぼこれでいけちゃうな。ちょっとここ短いな。ここ短いのはここが出っ張ってるからか。そしたら今こう合わせてみた感じをもう一回確認した上で微調整していきます。今ねこうやってはめてあげるとここが当たってたんですよね。なのでそこを薄くカットしてあげる。でもう一回こうやって合わせてあげるとちょっとここが短いんだよな。一応全体的にごめんなさい、ちょっとねここにこのモデルを置いてしまうとこの上で作業ができないんでちょっと画角外で作業してますけど、こんな感じ。これでねぴったしはまったんで、これで作業を進めていきましょう。でこの黒いサインペンこのままだとみすぼらしいので、まあこれ見えないんですけどね、このあとこの縁のところ全部表側からデカール貼るんで見えなくはなるんですけど、まああんまり綺麗なもんではないので消しペンを使って消していきます。僕よくこのクリアパーツの修正の時にねよく使うんですけど、まあ、この素材このペットっていうのかな、この素材でもこの消しペンで消してあげて問題ないっていうのをこの余白の部分でしっかりテストしてからやってます。素材によってはねこの消しペンの成分で曇ってしまったりっていうこととかもあったりするんで、こういうのを使う時はね必ずちゃんとテストをしてからね使うようにしましょう。こうやってね落としてあげてもまた曇んないんですよ。はい、こんな感じでね綺麗に
落とせたんで、これをボディにつけていきましょう。はい、そしたらさっきのクリアパーツをここに取り付けていくんですけど、何でつけるかっていろいろ方法はあるんですけど、僕はねこの両面テープ、細い両面テープ、これを使ってやっていこうと思います。これ 1mm 幅ですね。 1mm 幅の両面テープをここに貼ってあげる。で結構この両面テープは透明度が高いので、ここのクリアパーツを上からペッて貼ってもそんなに違和感がないんですよ。なのでこれを使って貼っていただけます。でこれ 1mm 幅なんで割とねこうやってカーブのところとかもこうやって沿わしていけるんでね、やっていきます。でこうぐるっと一周回ってきたらカットしてあげると。結構この両面テープね粘着力強いんで、このままね適当に置いてるともうホコリとか糸くずだらけになっちゃうんでね、ちゃんとこうやって袋に入れときましょう。そしたらこっから今貼った両面テープをねちゃんと密着させてあげて、で貼っていくんですけど、これでいきなり全部剥離紙を剥がすとべちゃってくっついちゃって非常に貼りにくくなっちゃうんで、この状態で上に乗せてあげて、でちょっとずつね剥離紙を引っ張り抜いていく。こうやってやってあげるとこういう形でねフロントガラスがここに固定されます。こんな感じ。はい、そしたらねフロントガラスはこれであとしっかり両面テープにギュッギュッと押し付けてあげたらこれで取り付け完了ですね。であとこの周りにデカールを貼るって感じなんで、それはちょっと後でやります。はい、で次ドアのガラスなんですけど、ドアのガラスはここのね縁の部分、黒セラって言われる黒い塗装ですねをしてあります。でこれ説明書ではこの黒セラを裏から塗装するっていうパターンと、あと外側に黒く塗装したエッチングパーツを貼るっていうパターンの2種類が書いてあるんですけど、実写は裏側黒く塗られてるんでこういう風にしてあるので、また同じように両面テープで固定してあげます。よいしょ。こうやって位置決めがしやすいように軽くだけ剥がしといて、で貼ってあげると。接着剤でつけるのと両面テープでつけるの、どっちが作業しやすいかっていうと多分大して変わんないと思います作業のしやすさは。ただ両面テープの場合だと結構意図せずニュッてはみ出したりとかすることがよくあるんですよね。こう例えばこの縁のところに接着剤塗ってピュッてつけたらボニュッてこう出てきて変なところに接着剤ついたりとかっていうことがあったりするんで、クリアパーツはねそういうのが結構目立つんでやっぱり。なので、僕はこうやって両面テープでやってます。両面テープだったらねずれてニュッて見えたらピッて剥がしたらしまいなんで、
こういう感じにしてあります。結構しっかりつくんですよ。なんでこんな感じでつけてあげます。はい、そしたら次違うところ行きましょう。はい、そしたらね、次はこのフロントノーズやっていきましょう。フロントノーズはちょっともう片方はやってるんですけど、このヘッドライトを組み立てるのと、あとちょっとしたパーツを取り付けをしていこうと思います。はい、まずじゃあヘッドライトからやっていくんですけど、ヘッドライトはね、中にこういうアルミ引物っていうのかな、この旋盤削り出しの、このライトハウジングがあるんで、ここにライトのバルブのクリアパーツですね。ライトのバルブのクリアパーツを差し込んで接着していく。でこれ何も考えずにつけると深く刺さりすぎるんで、ちょっといい塩梅にねなるように深さを調整して刺してあげる。ちょっと待って。デコプリンセスを使うとね、ある程度接着力があるんで、見えないな、こんな感じで少し出っ張ってるぐらいな感じの高さに調整してあげて、つけて差し込む。こういう感じで、この上に、クリアパーツのレンズカバーをね取り付けるんですけど、ここをね何でつけるかね結構悩んだんですけど、なんだかんだでねやっぱ瞬着の方が良かったんで、瞬着で。クリアパーツに瞬着ってねちょっと怖いんでねあれなんですけど、結構ねここの縁のところのね接着剤の透けが目立つんですよ。一回これもデコプリンセスでつけたんですけど、デコプリンセスでつけるとここの縁の接着面がむっちゃ目立ったんで、ちょっとあんまり綺麗じゃないなっていうので、この流し込みタイプの瞬着に変えました。多分結構クリアランスがねかなりきついんで、中にね多分瞬着がにじみ出るっていうことはおそらくないとは思うんですよね。なんでつける量はねほんと必要最小限にしてあげて接着してあげる。こういう感じで接着してあげたら、これをこのヘッドライトのここにバチッとはめ込んであげて、でここの接着はね裏側から瞬着で留めちゃえばいいと思います。こういう感じ。はい。で次にこの前にねウインカーがつくんですけど、このウインカーがね説明書だと塗装の指示が何も書いてないんですけど、写真とかで調べるとオレンジのレンズがついてるっぽいので、オレンジで塗っておきました。オレンジで塗って、でこの縁の部分はシルバー、フォーアーティストマーカーのメッキシルバーですねで塗装してっていう感じにしてあります。ここがねオレンジになってるかなってないかって結構目立つんで、ここはねちゃんとやっといてあげましょう。で接着剤をつけすぎた。こういう感じ。結構目立つでしょこれで、はい、こんな感じでつけてあげる。そしたらあとさっきと同じようなやり方でね切り出したこのライトカバーをつけていくんですけど、ここも同じように、両面テープを使ってやっていきます。ここはね他の車みたいにこのライトカバーのこの接着面っていうのかな、ライトカバーの取り付け面の部分を黒で塗ったりとかっていうのがないんですよ。なので接着跡がもろに表に出ちゃうんですけど、意外とこの両面テープそんなに目立たないんですよ、上からクリアパーツ貼っても。なのでねこれをそのまんま使っていきます。よし。シートベルトとかもそうですけどね、最近僕は両面テープ使う率が割と高めですね。両面テープの一番いいところはやべっと思ったらペッて剥がせるってところですよね。こういう塗装した面の上とかね、塗装した部分とか接着するときってやっぱり結構みんな
いろいろ気使うと思うんですけど、これがねこの両面テープだったら割と気兼ねなくサクサク作業ができるんで結構いいですよ。でねちょっと押さえて両面テープを密着させてあげたら、またね同じように全部剥がしちゃうと貼りにくいので、ちょっとこうやってね折り返してあげて、で位置を決めていく。まあ例えばねこれでウインカーレンズつけるの忘れてたっていう場合とかでも、両面テープだったらねビッて引っ張ったら取れるっていう。よいしょ、こういう感じ。こんな感じでねしっかり密着させちゃうと両面テープはねほんと分かりにくいと思います。これがデコプリンセスとかでつけるとムニュってこうはみ出たりとかそういうのがあるんでちょっと汚くなったりするんですよね。それがないので結構いいかなと思います。であとはこのライトカバーは全部リベットを打つように指示があるんで、リベットをね打っていく。ボディ側の方には穴が開いてるんで位置を合わせて、おっついた。一応このねクリアパーツの方もリベットを刺す場所にくぼみがちゃんとついてるんで、そこのねくぼみの位置に合わせて穴を開けてあげると、よいしょ、でリベットを刺していく。これリベットこの深さでいけるんかな。なるほどな。このリベットね硬そうに見えて意外と柔らかいんでニッパーでね簡単に切れるんで、長さ調整しながらね刺していきましょう。一応抜けないように軽くデコプリンセスつけながら刺していきます。はい、どうしたね。リベット全部打ち終わりました。見えますかね。こんな感じでねリベット打ったんで次の作業なんですけど、まあここまででね結構いい時間になってしまったので、あと最後これだけこのフードを留めてるフードピンをつけるのだけやって終わりにしようかなと思います。で残りの作業は次の動画にしようかなと思いますんで、あとちょっとだけお付き合いください。で、このホワイトメタルのこのピンのパーツを切り離すんですが、ちっちゃすぎてだから取り付ける場所に爪楊枝でちょんとデコプリンセスを乗せてあげて、そこに置くと。よいしょと、事前にねこれが入るサイズの穴を開けてあるんでね位置を合わせて差し込む。こうですね、こういう感じで、ここね後ろ側これ裏側別パーツなんですよ。裏側別パーツなんですけど、ここの合わせ目はねちょっと合わせ目消すのかなり大変そうっていうのがあるんで、ここはねちょっともうこのまんまスルーしました。こんな感じね。はい、これでまあほぼほぼフロントノーズの作業は終了っていう感じになるので、とりあえず今回の作業はここまでで終わりにして、次の動画ではこれの続きの作業でドア、さっきのこのドアですね、ドアをモノコックに取り付けたりとか、他もろもろの作業を進めていこうと思いますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。